ダイビングとしては今日が3日目になります。場所は同じなんですけれども、三小本島っていうところにボートで港から向かいまして、そこでハンマーヘッドシャークっていう、サメを中心に見ていきたいと思います。もうですね、360度どこに出現するかわからないので、全方位よーく確認します。全員全速力。はい、おはようございます。ミレコムです。今日泊まっている宿の正面からお送りしております。昨日と同じコースではあるんですけれども、ちょっとここから宿のですね、外に向かってみたいと思います。温泉お宿今夜荘ですね。なかなかインストラクターが渋いチョイスって言ってましたけれども、なかなか風格のある建物になっております。で、細い路地を歩いていくと、港湯というね、公衆浴場がありまして、で、岩田っていうお酒屋さんですね。結構マニアにはたまらないお店のようでしたけれども、ここに塩アイスなんかもあって、塩アイスは食べましたけど美味しかったですね。で、今度は表通りを、時速40キロ制限の道ですけれども、こうね、なんかテクテク歩くと、2階まである建物が今夜荘でございます。今夜荘の駐車場入り口となっております。で、初日はですね、全然もうなんかペースがつかめなくて、準備は慌ただしいわ、船はめちゃめちゃ揺れるわ、一回ドボーンってエントリーした後も、結構密集体系で行かないといけないんですけど、相当なペースでしかも泳ぐんですね。そこがね、ドリフトダイビングなのでそういうものなんですけれども、特急なので、特急だけのことはあるっていうか、急いで泳がないと、あるそのポイントを越えられないっていうところもありまして、なんか海峡というか、すり鉢状になってる谷みたいなところがあるんですけれども、流れに逆らってるわけじゃないんですけど、ある程度急いで泳がないといけないっていう、はい、そういう難所もありまして大変でした。で、2日目は、ペースがつかめたかなっていうところですね。初日に機材トラブルがですね、多発しまして、やっぱり一番でかかったのが、初日にですね、インスタ360エースプロ2をですね、水中で落下させてしまって、予備でインスタ360エースプロ2を持ってですね、大丈夫かって感じですけど、インスタ360エースプロ2のですね、固定していた GoPro 互換のネジがあるんですけれども、それが水中で緩まって多分落下したっていうことだと思うんですけれども、あとですね、メッシュバッグといって全ての機材を格納する袋があるんですけれども、そのファスナーがですね、壊れたり、で、ファスナー壊れちゃうと当然重たい機材を持って運べなくなるので、今結構だましな状態なんですけれども、あとはベルですね。緊急時に周りに、特にインストラクターに向かって知らせるための鈴があるんですけれども、蓋を固定している紐が取れちゃったりとかですね。なんでこんなに機材トラブルがいっぺんに続くんやねんという感じでございました。波乱万丈の初日だったんですけれども、2日目はもう絶対ミスしないぞと。あと、ペース的に絶対遅れないぞっていうので、結構ですね、詰め詰めでもうインストラクターに食らいつく感じで泳いで、なんとかですね、結果としてはハンマーヘッドシャーク、2回目はようやく遠くの方ですけれども、どうにかハンマーヘッドシャークが取れたということでございます。はい、それでは最終日頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらがですね、今日泊まっていた宿になります。人数のね、配置の都合で全部で5人なんですけど、2人部屋と3人部屋に分かれまして、ここは2人部屋になっております。いつも詰め詰めなんですけど、割と広々と使えてるなぁという感じです。外の眺め、なんかめちゃめちゃいいかっていうとそんなことはない。あそこにハイエースが止まってますね。今日乗っていく車です。お酒の瓶とかあります。いよいよ宿を退去して最終日迎えたいと思います。ハイエース海岸を通過中。
干しておいた機材を回い収。ますかね。これ俺だよな。よいしょ。3日目の回遊者の遠くから撮った風景です。あと10分ぐらいするとそろそろスーツ着ていくぞってなる状態で、今日天気がいいのでね、参加するチーム数も多くて、結構賑わってますし、ミコモトダイビング特有のですね、緊張感がある雰囲気がしますね。やっぱりピリッとしてないと、もう行くぞっつったらもうすぐ移動しだすんで、もう動き出した時のね、速度がもうやばいですね。集団行動マスト。はい、1分以内に支度しな、45秒以内に支度しな、みたいな感じです。船移動します。乗船にもかなりの段差があります。いつものようにぎゅうぎゅう詰めの船内で機材セット。じゃあ、最終日よろしくお願いします。お願いします。リレーさんセットです。はいでリレーさんセット行きますので、はい準備できたら、僕前行かないとね、僕に詰めちゃってください。はい。で、僕一番ケツから行きますので、エントリーしたら後ろ振り向いてください。はい。ステンリ側。そしたら僕いますので、で僕が皆さんに夜監視してますよ。で、呼吸整ってます。で、セットしましょう。で、流れが強いなって自分の中で感じたら、もう別に泳ぐの無理せずに、シンプルに、僕もそうですけど、今をこうやってね、そう、それができることは全然 OK。ロストはしないように。でもし万が一一人になっちゃったら必ず水面シュートを浴びて、水面でフロント上げてください。でもし万が一誰か一人いなくなっちゃったら、僕らもダイビング中止します。僕が一番見やすい位置にいるはずなので、でも僕に近づいた方が見れるんで、もうちょっと暇なエキジット経験してる人からするとちょろって感じ。じゃあよろしくお願いします。これはですね、乗船前に暑いんで水をかぶってます。今回最後の出港。Day3 ダイブ1。360度カメラインスタ 360X5 の映像です。インストラクターを先頭に進む6名。小魚の群れに見とれながらも、あれ？相変わらず新品ケースなのに水滴が見えます。これも魚の群れは楽しいんですが、斜めにケースのつなぎ目が映っています。これは別の映像で2倍拡大です。インストラクターと魚影のピントが甘いの、やっぱり帯が気になりますね。水面からの光が強い場所ではケースのつなぎ目と水滴がさらに目立ちます。今回はハンマーに遭遇せず1回離脱します。ラスト1回にかけたい。とりあえず1ラウンド終了。タンク交換タイム。背中に背負う10リッタータンクは満タンで約 17kg。ダイブマスター率先して運搬。これで終了。置きます。はい。もう一丁行きます。はい。はい。普通タンク満タンというと約200気圧が多いのですが、おー、230。結構あるね。当たり。今回連続2便乗船なので一度ショップには戻りません。木がさ、風になんかこう流されて斜めになってる。だいぶ厳しい自然。さあ、泣いても笑ってもラストダイブ。流れが速いので水底に捕まります。最後尾の人が置いていかれそうになってました。浅瀬にハンマーいないかな。もうですね、360度どこに出現するかわからないので全方位よーく確認します。なんと水深5メートルでの安全停止中に出現。全員全速力。あれでもこんなこと言ってましたよね。よくあるのが、じゃあもうダイビング終了します。安全停止するよって言って僕10メートルぐらいからフロート上げます。でたまにハンマー出るんですよ。グッとこらえて、グッとこらえて、行かない。思いっきり全速でダッシュしてますね。まあ最後ですからね。
さあインストラクターが指さしている先をよーく見てください。お分かりいただけたであろうか。もうほとんど気のせいレベルですけどね。肉眼だともう少し見えてますが、もう今回の教訓としては360度カメラは広角すぎて無理ですね。一応この辺にもいます。信じてください。先頭インストラクターの動画ももらいました。2倍拡大だとバッチリ映ってますね。確かに頭が T 字のハンマーヘッド。最後に大群が見られてご機嫌のメンバー。でもなんかよ、なんか本当にあんな浅いところに、だって CC5 ですよ。5だよね。安全停止の時安全停止サイン中に。僕の感覚でもあの感じはなんかあんま見たことない。ね、あれきっと水面から見えるよね、きっと。今、大磯ダーキングエリアにやってきております。みこもと3日目なんですけれども、ハンマーヘッドシャープの大群に出会いましたが、映像を見るとですね、ちゃんと映ってないんだよな、どうもな。インスタ 360X5 の360度カメラだと視覚はゼロって思ってたんですけど、なんかね、広角すぎちゃってわかんないっていうのと、個体不良なのかどっちかわかんないんですけど、ハウジングのですね、なんか影が映ってるんですよね。平面型のカメラだと、ハウジングって割とレンズのこう前にですね、ぴったりくっついた形で、まあなんかこう樹脂、ガラスがあるんですけれども、360度カメラの場合、多分屈折を抑止するためなのか、かなりこう空間を開けてですね、外側にドームがこうある、かなり大きなドームなんですね。なんか継ぎ目がこう見えちゃったりとか、360度のちょうど継ぎ目の部分であったりとか、あとこう虹みみたいなのがですね、どうしても映ってしまって、これ魚群なのか汚れなのかさっぱりわからんな、みたいな感じの残念な画質でございました。インスタ360社にはですね、すでに報告してありまして、ちょっとこれじゃ使い物になんないんで、どうにかしてくれと。せっかく貴重なチャンスをですね、魚群を見つけたチャンスをどうしてくれるんだっていう勢いでですね、かなりクレームを今つけていまして、どうなりますことやらっていうところです。エアーをね、なんかほぼほぼ大根ですね、だいぶコンピューターの表示も見ながらですね、安全停止しながら、どうにか魚群を追っかけて、肉眼で見ることは確実にできました。こう、群れがいるなっていう感じなのはすごくよくわかったんですけど、結局、なんかスペクタクルロマンみたいな、すごい映像は撮れずということで、残念でした。というところです。一旦映像の方はですね、編集して、周りのままにお見せしたいなと思います。ということで、みこもとツアーですね、一旦終わりでございます。来年またですね、ちょっとこう装備を考えるかなんかして、また頑張りたいと思います。ニレコムでした。よろしかったら、いいね評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。